午前2時の訪問者。作久野。子供の頃から霊感は強い方だったけど、最近は見たくもないやつらと頻繁に目が合う。もう諦めるしかないって感じなんだけど、あれは私が高校1年の時だったな。結構頻繁に霊に会ってるからいい加減慣れてきてはいたんだけど、それでも不健康そうな顔してるのが目の前に急に現れたりしたら不気味じゃない？あの夜もそんな感じだった。私の趣味はネイルなんだけどね。爪を買ってきてそこに塗ったりつけたり貼ったりして飾るの。これが結構人気があって、最近では個人的にネットで売ったりしてる。お小遣い程度にはなってるの。あ、これ税務署とうちの親には内緒ね。その夜もネイルを楽しんでた。夜は眠れない方だからかなり遅い時間まで起きてるんだけど、その時も2時近かったな。俗に言う牛蜜時ってやつね。夏だったけど、うちって周りが緑豊かな田舎なわけよ。しかも隣はお墓。霊感少女には絶妙な立ち位置。てか死にそうな境遇。でもさ、子供の頃からここに住んでるわけだし、今さらね。ビビってもしょうがないじゃない。お風呂でばったりであったり、トイレに入りたくてドアを開けたら先客がいたりって、こういうの日常だったから。怖い？私的には笑うしかないんだけど。そういうわけで窓を開ければそれなりに涼しいわけよ。だからその日も窓を開けてた。風はそれなりに入ってきてた。カーテンは閉めてなかったな。閉めちゃうと風の通りが悪いから。扇風機も必要ないくらい。というか、扇風機をつけてると人工的な風がネイルの邪魔になるからつけたくないわけね。その夜もそんなシチュエーションで楽しんでた。家の人は全員寝てた。うちは兄と両親と犬が2匹。兄は爆睡。両親はお酒飲んで夢の中。犬は両親の寝室で夫婦の仲を邪魔すべくいびきをかいている。つまり家の中には私だけが現実世界で遊んでたわけ。ちょうど霧の良いところで喉が渇いた私は台所へと向かった。階段を降りて廊下を右に曲がる。進んでいくと台所。台所で冷たい水を飲もうと冷蔵庫を開けて氷を取り出した。さて、コップに氷を入れましょうと思ったら、さっき出したコップがない。変だな。早くも健忘症？ないない。だってまだ花も恥じらう女子高生よ。とか自分に突っ込んでみながらコップを探すと、なんと出したはずのコップに水が入ってる。氷を入れる前に水が？まあ、入れたことを忘れちゃったのかもしれない。そんなことはないだろうけど、そう思うしかないじゃない。コップに氷を入れて歩き出した。そうだ、小腹が空いたからって思って戸棚からお菓子の袋をチョイス。さて、2階へ戻ろうと階段を歩いていると、お風呂場から水の音。あれ？お母さんがお風呂？寝てるはずだけど、それともお兄ちゃんかな。ってことで
とりあえず確認。誰か入ってるの？先に言っておくけど、うちって夜中にお風呂に入る習慣がないわけよ。それにお風呂から水の音がしてるってことは、最悪水を出しっぱなしにしてることも考えられるわけね。それって限りある資源を無駄にしてるわけじゃない？だから出しっぱなしになってるならちゃんと水道を閉めておかないともったいないし。ということで再度、誰か入ってるの？ところがお風呂場の電気は消えてる。水道の音が聞こえてくる。やっぱり誰か出しっぱなしなんだな。ダメじゃん。ということで、風呂場の電気をつけて中に入ろうとドアを開けると、水の音どころか床が濡れている形跡もない。変だな。さっきまで水道の音がしてたのに。と電気を消すと、またしても水道の音。はっきり言って気持ち悪い。そこで一言、水道代高いんだから出しっぱなしにしないでよね。と言ったら、水の音が止まった。心の中では、うわーと叫んでいたけど平常心。とりあえず水も止まったことだし、2階へ。怖がったところでしょうがない。自室に入ると、さっきまで涼しかったのになぜか生ぬるい風を感じる。気温が変わったのかなと思いながら座って作業を続けること数分。今度はテレビがついた。結構深夜でもやってる番組はあるようで、急に大きな音で笑い声が流れた。さすがにびっくりして持っていたマニキュアのハケが踊ってしまった。おかげで絶妙な部分の色分けが。もう泣くしかない。ちょっとびっくりするでしょ。とテレビを消すと、部屋の中は静かになった。やっぱり集中するときは無音じゃないとダメなんだよね。しばし集中すると、今度は消してあった扇風機がついた。やめてよ、やりづらいじゃない。怒りたくもなるじゃない。人の趣味の邪魔はやめてほしいってもんだよね。扇風機を止めて真剣にネイルに集中。細かい作業だけに集中力も並じゃない。もう何人たりとも邪魔するなって心の中で念じながら指先のハケに目を凝らしていた。すると、やつは懲りない性格らしい。私の耳元でささやいた。一人は寂しいでしょ。俺と一緒にいいことしようよ。誰もいない部屋の中に聞こえてきたのは男性の声。しかも私好みの低音。できることなら顔を拝みたい。ところだけど、天は二物を与えずということわざがあるくらいだから、期待しない方がいいだろう。さて、見えない相手ということは言わずと知れた霊ということだけど、霊にいいことしようと言われてもどんなことだろうか。
こんな夜中に一人で起きてたら寂しいだろう。俺が楽しいことしてあげるよ。こんな夜中もあんな夜中もないだろう。それよりネイルの邪魔をされてることに腹が立った。いい加減にしろ、うるさいんだよ。そう言うと私は立ち上がり窓へと指を向けた。もちろん出て行けのポーズ。出て行けって言うの？でもまた入ってこれちゃうよ。とりあえず両親はあるようで出て行ったらしいので窓を閉めた。すると今度は窓に顔を貼り付けてきた。今まではいるなって分かっていたけど見えてなかったからよかった。だけどさすがに窓に張り付かれると悲鳴ものですよ。しかも思った通り天は二物を与えてくれなかったみたいだし、でもこれで平常心を忘れては相手の思うつぼなので、勢いよくカーテンを敷いてエアコンをつけた。この話を後日友人に話したけど、本当に作り話が上手とバカにされたんだけど、あの幽霊にこの友人を紹介してあげてもいいものだろうか。さて、これが午前2時の訪問者の話なんだけど、あなたはどう思ったかしら？いかがでしたでしょうか。この話は実話を元に書きました。普通なら怖すぎて何もできるはずのない幽霊ですが、こんな撃退方法もあるんですね。お楽しみいただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた次のお話でお会いしましょう。